外です。今回は歴代ホカゲが今後どうなるのか考察していきます。最新話までのネタバレ含みますのでご注意ください。まずは簡単に歴代ホカゲの解説とかしていきます。初代ホカゲ千住柱間、言わずもがなで忍びの神と謳われるほどの実力の持ち主。どれだけすごいかというと、チャクラ量がまずえぐい。最強の美獣キュービを宿すナルトとチャクラ量は匹敵します。単体でこのチャクラ量は桁外れです。そしてそれプラス因を結ばずに治癒できる再生体能力を持ち合わせています。極めつけは仙人モード、数秒で自然エネルギーを取り込み一瞬で仙人モードになれます。ただ熊取がガマ系統ではないため、つなれと同じナメクジ系統とも言われています。ボルトでも柱間の力は健在で、柱間細胞が実験で多く利用され、現世においても神としてもはや崇め立てまつる存在です。美獣よりも強い、そんな最強忍びというところです。2代目ホカゲ千住扉間、最強忍びである柱間の弟であります。同じく忍び世界に大きな爪痕を残した人物。飛来神や影分身や江戸転生など様々な高等忍術を開発していきました。またアカデミーや中忍試験など木の葉隠れの基盤作りをしてきました。性格上厳格な人物であり、情熱はあるが表には出さず、里のためなら非常になるという卑劣な一面もあります。里のためではあると思うが、開発してきた中でも江戸転生の術、他里からは卑劣な術など倫理を超えた徹底ぶりの開発をする結果、あとは内派クーデターの引き金となってしまう結果になります。内派警務部隊と称し、里の隅に追いやったとオロチマルは言います。ただクーデターに関しては扉間は間接的に関与しており、厳密には団蔵が差し金とされているので、扉間はあくまでも里のためと改めて言えてしまうが、追いやって不満を抱かせてしまうという結果に関しては変わらないので、性格上不器用であるのは間違いない。3代目ホカゲサルトビヒルゼ、言わずもがなでとてつもなく優しく安心するような存在です。子供には本当に優しく、特にナルトはキュービをよろしながらも監禁せずにのびのびと育てている。カワキも同じ例で、ホカゲになったナルトはカワキを監禁せずにいています。里の皆は家族、最後は弟子であるオロチマルとの戦いで命を落とします。扉間の弟子であり、孫には木の葉丸という血筋があります。忍術においてはプロフェッサーと謳われた天才忍者です。木の葉の全忍術を解き、5大性質変化を使える神レベルです。ナルト連載から登場しており、馴染みのある方ですよね。ボルトアニメ180話では麦野の幼少期が描かれており、戦乱の世では両親を失った孤児が多く、3代目は家族として接していました。孤児を利用する輩がおり、麦野は3代目を殺害する利用をされていました。3代目はそれを分かっていて攻撃をわざと受け、麦野を抱きしめます。逆に麦野に謝ります。そんなようにしてしまったことを。感動するので見てみてください。一番ホカゲで好きかもしれません。4代目ホカゲ波風湊、木の葉の黄色い閃光と称され、飛来神の術を得意とします。ナルトの父親であり、ボルトのおじいちゃん、ジライアの弟子であり、カカシを弟子に持ちます。螺旋岩を編み出し、この若さでホカゲにつき天才です。術のネーミングセンスや性格が天然なところもあります。キュービとの戦いではナルトの中でも名場面となる感動シーンがあります。里を守り殉職し、息子のナルトが生まれてすぐの出来事であり、妻のクシナも同時に失い、親として夫として辛いシーンもあります。それを分かっている上で映画ロードトゥ忍者を見るとマジで泣けます。現実世界で湊とクシナが死んでいない、
世界でナルトが家族の温かさに触れるのですが、ぜひ見てみてください。一概に言えることですが、湊がいるからナルトは成長しました。5代目ホカゲ綱手。3代目ホカゲが死んだ後、ホカゲについた3人の1人、初代柱間の孫であります。女性唯一のホカゲであり、医療忍術においてはスペシャリストと称されています。額には白毫の印を持っています。桜の師匠であり、チャクラコントロールは怪力の持ち主。白毫の印は治癒ではなく再生であり寿命を縮めてしまうが、戦いでは死なないというエルテン星マダラ戦で見せつけていました。ただマダラは白毫の印だと聞いたこともないと。柱間の妻渦巻水戸には額についているし、マダラが知らない術などありえるのか。水戸が使ったことがないだけか。白毫の印は陸道仙人の時代からあり、謎が多い代物です。現在ボルトにてカーマに関連しているとされています。6代目ホカゲ畠かかし。ナルトの常任士であり、シャリンガンのかかしやコピー忍者のかかしと、ホカゲは他国に名を轟かせる忍びたちでいる流れになっている感じですよね。かかしに関しては少年期から重要な役割シーンがあり、天才忍者としてエリート街道であったが、自身が持つシャリンガンは同じ班である親友内葉オビトの死の間際に託されたもの。後にオビトは生存が発覚し、闇落ちをして世界を滅ぼそうとしていました。それでも親友であり続け、かぐや戦でも活躍して世界を救った。師匠には4代目湊であり、ホカゲとしての実力は高いです。ただシャリンガンがない今は弱体化しているという声がありますが、今までのコピーした術や体術、現実、忍術は卓越していて、冷静な判断力、五属性に加えて陰陽と全て使える忍びです。3代目同様に目立った術はなしにして最強の忍びであるのは間違いない。7代目ホカゲ渦巻ナルト。ホカゲ就任おめでとう。そして文句なしの実力ですよね。初代と同じアシュラの転生者で、4代目の息子で6代目の部下で、経歴も文句なし。ホカゲの影たちと違い落ちこぼれ街道であり、それだからこそど根性という底なしの根性を持っています。ナルトの強さに関してはみんな知っていると思います。イルカ先生のおかげで自分自身の存在を認めてもらい、闇落ちせずにいられました。ナルト初期からもう感動する。クラマと和解を果たし、ここもまた感動したよな。7代目ホカゲとしてのナルトはクラマとの連携が過去最強だし、もう本当の友達としてクラマといることが本当に好き。ここからが予想ですが、8代目ホカゲはもうわかるでしょうか。8代目ホカゲサルトビコノハマル。流れ的にはもうコノハマルでしょう。3代目ホカゲの孫であるし、第7班の常任士であるのが一番の決め手でしょうね。かかしと同じ流れですからね。ナルトの前にかかしがホカゲになるように。さて、このハマルの実力ですが、大人では片手で螺旋丸をしています。かねてよりナルトに勧められていた仙人の修行もしていると見られます。ガマの口寄せをしていたのもそうですが、大玉螺旋丸もこのハマルはすると思います。サルトビ家の口寄せも受け継がれていると考えたらかなり強いです。今のところ目立った術活躍とかは大きな技は出していないですが、間違いなく8代目にふさわしい存在となるでしょう。9代目ホカゲですが、第7班のコノハマルの部下とくれば相場は決まっています。9代目ホカゲ内葉サラダ。指定の流れで来ていますので、サラダで間違いないでしょう。ボルトがサスケに憧れるのに対し、サラダはホカゲに憧れています。
振りではなく間違いなく内派一族初のほかげになってくれる。サラダはサスケ譲りの冷静な判断力とシャリンガン、桜譲りのチャクラコントロールや怪力を受け継いでいくので、白毫とシャリンガンの組み合わせは最強すぎる。ただ桜のように医療忍術が得意になりそうでもない。サラダはボルトにおいてヒロインでもあり闇落ちはないでしょう。ただどうやって万華鏡を手に入れるのか、そこがやはり一番気になる。そして10代目ほかげですが、誰になるのでしょうか。渦巻きひまわり、ひまちゃんで決まりでしょう。サラダとひまわりはナルトとコノハマルのような年の差であることからも、サラダがほかげの時にはひまわりは常人くらいの年かな。ひまわりはとにかく天才なんです。修行なしで白眼を開眼しています。忍びとしての才能はありますが、今現在は将来どうするかは検討中。そしてなぜ渦巻家にはボルトに加えてひまわりが生まれたのか。ボルトは白眼ではなく違う目を開眼するからなどもありますが、ひまわりが白眼を絶えないための存在と同時に、渦巻家の存続の立ち位置でもあるかもしれません。ひまわりが大人の時はボルトが死亡しているかもしれません。何の根拠もないですが、ひまわりという妹がいるのもそのためかなと。11代目ほかげ渦巻き、サラダとボルトの子供でネクストほかげでしょう。他にも候補はありますが、予測したものをコメントでください。ご視聴ありがとうございました。また次回もお願いします。